今日は鶏胸肉で油淋鶏を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は油淋鶏を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、鶏胸肉を使ってとても簡単で柔らかジューシーな美味しい油淋鶏を作っていきたいと思います。通常油淋鶏を作るときは油で揚げていくんですけれども、今回はサラダ油大さじ1杯で簡単に作れるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお肉の部分の材料からご紹介します。材料はこちらです。鶏胸肉、片栗粉、お砂糖、塩、マヨネーズ、料理酒、そして焼く時にサラダ油を使っていきます。ということで今回はね、鶏胸肉をね、柔らかく仕上げるのにお砂糖とあとはマヨネーズ、こちらの2つがポイントになってきます。マヨネーズを使っていただくととてもジューシーな仕上がりになります。そしてお砂糖ですね。こちらもですね、鶏胸肉を柔らかく仕上げるポイントになります。では続いてタレの材料をご紹介します。材料はこちらです。長ネギ、お醤油、お酢、みりん、お砂糖、鶏ガラスープの素、おろしにんにく、おろし生姜、ごま油、こちらの材料を使って作っていきます。ちょっとね、調味料の数は多いんですけれども、どれもね、手軽な材料で作ることができます。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず鶏胸肉ですね。こちら、鶏胸肉の皮は今回使わないので取り除きます。あとね、こういったちょっと筋筋しいところがあったらこちらも取り除いてください。はい、OK です。では続いてお肉の厚みを揃えていきます。まずね、皮がついてなかった方を表にしていただいて、このちょっと厚みのある部分に包丁で切れ込みを入れます。そして開きましょう。全体的にお肉の厚みがね、均一になるように開いていきます。こっち側もね、少し厚いところは開いてください。はい、こんな感じです。大体で大丈夫なので、このようにお肉の厚みを揃えてください。そしたらですね、フォークを使って穴を開けます。こうしていただくと下味が染み込みやすいのと、あとお肉も柔らかい仕上がりになります。裏面もこうやって刺しましょう。はい、では続いてここにお砂糖をすり込んでいきます。まず砂糖半分ですね。こちら側にすり込んでいきましょう。このね、お砂糖をすり込んでいただくとお肉が柔らかくなるのと、あとコクもアップします。このお砂糖に関しましては一番初めにすり込まないと中に入っていかないので、必ず一番初めにすり込んでください。そして残りは裏面ですね。こうお肉にね、ツヤが出るまでこうやってすり込みましょう。はい、OK です。このようにね、ちょっとツヤツヤっとした感じになるまできちんとね、すり込むようにしてください。そしたらバットを用意していただいて、ここにお肉をのせます。そしてここに料理酒、あとは塩1つまみ、2つまみですね。そしてあとはマヨネーズですね。これをね、全体に塗ります。今ね、バットの上でやってるんですけれども、こちらポリ袋の中でやっていただいても OK です。片面塗ったら裏返して、こっち側にもね、マヨネーズをすり込ませます。このマヨネーズもね、先ほど言ったんですが、お肉を柔らかジューシーに仕上げるポイントです。全体にね、このように塗ってください。両面ね、しっかりとなじませます。よいしょ。そしたらね、表面にピタッとラップを貼り付けます。そしてこちらのお肉を冷蔵庫で10分漬け込みます。ではね、漬け込んでいる間に油淋鶏のタレを作っていきます。まず長ネギをみじん切りにしていきます。切り方はね、やりやすい方法で OK です。では切っていきます。はい、長ネギはこれで OK です。そうしましたら続いてボウルにみりん、あとはお酢、そしてお砂糖、あとは鶏ガラスープの素、これを加えて一度軽く混ぜます。それではこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱して、お酢のツンとした酸味とみりんのアルコールを飛ばしていきます。はい、30秒加熱しました。そしたらね、もう一度よく混ぜます。鶏ガラスープの素とお砂糖がきちんと溶けるまで混ぜてください。あとはここにお醤油、おろしにんにく、そしておろし生姜、あとはごま油を加えます。そしてよく混ぜましょう。あとはここに刻んだネギを入れます。そして混ぜます。
はい、油淋鶏のタレはこれで OK です。ここにね、お好みで白ごまなどを入れていただいても OK です。温かいうちに長ネギを入れていただくと、長ネギの辛みも取ることができます。ではこのまま粗熱を取りましょう。はい、10分経ちました。こんな感じに仕上がってます。それではここに薄力粉をまぶしていきます。ちょっとね、水っぽくなってるので、これをキッチンペーパーで軽く拭き取ってください。それではここに片栗粉をまぶします。全体にまぶしましょう。はい、OK です。だいたいね、片栗粉は大さじ1強ぐらいですね。そのぐらいまぶしていただくとちょうどいいかなと思います。それではこちら今から焼いていきます。それではね、フライパンを用意してください。フライパンの大きさをね、お肉がぴったり入るぐらいがおすすめです。ここにサラダ油を入れます。今回はね、油はたったの大さじ1杯しか使わないので、油の節約にもなって後処理も簡単です。そしたらこちらを一度ね、火にかけます。火加減中火で、まずフライパン全体に油を回します。油が回ったらもうね、このままお肉の皮がついてた方を下にして、そしてフライパンに置きます。こんな感じ。あとは火加減中火から弱めの中火で焼いていきます。まずね、皮目の部分はこんがりするまで焼いていきましょう。焼いている最中はこうやってね、時折ヘラで押し付けながら焼いてみてください。そうするととてもこんがりとした仕上がりになります。はい、今ね、4分ほど焼きました。いい感じに焼き色がついたので裏返します。こんな感じで美味しそうに焼き色がついてます。そしたらね、片面も時折こうやってフライ返しで押さえつけながら焼いていきます。片面もね、だいたい3分ぐらい焼いていきます。はい、今ね、片面を焼いて3分経ちました。焼き色を見ていい感じにね、焼き色がついてたら OK です。そしたら火を止めます。鶏胸肉はね、一旦このまま5分置いて、そして最後は余熱で火を通していきます。このようにね、押し付けて焼いていただくことで表面がカリカリっとした仕上がりになります。はい、それでは時間が経ったのでお肉を切っていきます。こちら切り方はね、お好みの切り方で OK です。まだ熱いのでやけどしないようにだけ注意してください。はい、こんな感じに切りました。このね、分厚い部分もしっかりとね、火が通ってます。そしてとてもね、ジューシーな仕上がりになってます。ではね、こちらお皿に盛りたいと思います。はい、これで鶏胸肉で作る簡単油淋鶏の完成です。こんな感じに仕上がりました。最後上に作っておいたネギだれをかけて仕上げてます。お肉もとても柔らかジューシーに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。お肉も柔らかくてすごく美味しいです。そしてこの油淋鶏のタレがすごく美味しいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の油淋鶏のポイントです。まずですね、鶏胸肉なんですけれども、厚みが均一になるように分厚い部分に包丁で切れ込みを入れて、そして開いて均一にするようにしてください。そしてお肉が均一の厚みになったらフォークで穴を開けてください。そうすることで味が染みやすくなって、さらにお肉も柔らかくなりやすくなります。そしてフォークで穴を開けたら一番最初にお砂糖をすり込んでください。お砂糖はですね、コクが出るんですけれども、他の調味料と同じタイミングで入れてしまうとなかなかね、お肉の中に入っていかないので、必ず最初にツヤが出てくるぐらいまでお砂糖をすり込んでください。さらにですね、お砂糖を最初にすり込んでいただくとお肉も柔らかい仕上がりになります。そして今回お肉をマヨネーズでつけました。このマヨネーズでつけていただくとお肉が柔らかくなって、かつ下味も一緒につけることができます。今回ね、フォークできちんと穴を開けているので、漬け込む時間はたった10分で OK です。なのでとても手軽にできると思います。そしてお肉を焼く時なんですけれども、通常ね、油淋鶏はですね、お肉を揚げて作るんですが、今回は油大さじ1で作りました。そうすることで油の節約になりますし、あとは少しの油で揚げているので、とてもあっさりとした仕上がりになります。この焼いてる時なんですけれども、フライ返しとかで押さえつけながら焼いてみてください。そうすると表面がカリッとした仕上がりになります。そして最後お肉はですね、余熱で仕上げてください。そうすることで柔らかジューシーな仕上がりになります。あとはもう食べやすい大きさに切って作っておいたネギだれをかけて召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は油淋鶏を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。